2年前にいわゆる闇バイトに応募しました。自分は実行しないで逃げ切れたんですけど、逃げたらって脅されてやってしまうことについては自分が悪いとは思いません。政府や社会の責任じゃないですか。被害者がいる時点で犯罪者は犯罪者。米尾さん、率直なご意見を教えてください。普通にやったやつが悪いんじゃないですか。気づけたからよかったですけども、気づかずにそのままやっていたら僕は犯罪者になっていたので。騙されたっていう主張は私通らないかなって。世の中を疑ってかかる、求人を疑ってかかるって姿勢は大事かな。やらなかったらお前の家族とかそういうことを言われたら誰でもやりません。誰でもやるんだけれどもダメなんだよ。それだからいいってことには多分ならない。社会全体が見て見ぬふりしてるのが悪い。自分が悪いって今高橋さんが思えないと本当にやばいと思うんですよね。被害者の方が出したりとかしたら本当にこんな堂々と意見を言ってる場合じゃないと思うんですよね。犯罪がなんかもっとポップになっちゃったっていう気がしますけどね。皆さんこんにちは。司会の山口です。手前に座っていらっしゃるのが今回の提起者、現在26歳の男性、高橋直樹さんです。よろしくお願いします。高橋直樹です。よろしくお願いします。そしてお隣に座っているのが今回の反論者、45歳の男性、伊藤敦さん。よろしくお願いします。伊藤敦です。お願いします。はい、闇バイト、騙され脅されてやったやつが悪いのかという提起になります。詳細を教えていただけますか？自分は26歳で2年前にいわゆる闇バイトに応募しました。その時はお金がどうしても必要で仕事内容は特に気にしていなかったんですが、後からそれが闇バイトだと分かって自分は実行しないで逃げ切れたんですけど、あの時実行していたとしてもそもそも騙されているわけだし、逃げたらって脅されてやってしまうことについては自分が悪いとは思いません。みんなその立場になったらやりませんかっていうか、そういう仕事が SNS に出回ってること自体、政府や社会の責任じゃないですか。それが今回の提起なんですね。もう少し詳しく教えていただけますか？僕は単純にお金が欲しかったので募集に応募したっていうだけで、それが闇バイトだって全くわからない状態だったんですね。ギリギリで気づいて逃げることができたんですけども、気づかずにやってしまったとしたら、僕はそのまま実行役とかそういった犯罪者になってしまうんですけども、僕が悪いんじゃなくて、闇バイトっていうものの実態を隠しながら相手に募集ができる状態になっている、その社会が悪いんじゃないかなっていうふうに僕は思います。反論者の伊藤さんはどういったご意見ですか？高橋さんのような人が本当は危険かもしれないと思って応募していると思っています。闇バイトに応募して実際に働いているってことは、実行できる素質を持っている人間だったからこそ、こういう話が流れてバイトが目の前にすることができたので、普通の人間はと言われてもいるわけないじゃないですか。実行できてしまう時点でもそういう人間であると思っています。同情の余地もなければ刑が軽くなることもないんで、被害者がいる時点で犯罪者は犯罪者だと思います。米尾さん、率直なご意見を教えてください。普通にやったやつが悪いんじゃないですか。被害者がいるので、被害者がそうなった時に誰を訴えるのかってなった時に、結局それは社会でもなければ政府の責任でもないとは思うので、やった人が悪いとは思います。はい、続いて山本社長お願いします。僕ちょっと分かんない。何闇バイトって感じ。僕の世代でそういうの聞かないから、今聞いた感じだとなんか神風特攻隊の話みたいね。飛行機乗った青年は悪くなかったと思うけどね。続きまして小浜桃奈さんお願いします。私現役大学生なんですけど、周り大学生の子バイトやってる子すごい多いですし、3つぐらい掛け持ちしてる子多いんですけど、普通のやっぱバイトを募集する時って大手バイト募集サイトとかあるじゃないですか。でもそういうとこにも今闇バイトが紛れてるじゃないですか。大手のサイトだから大丈夫っていうのがなくなっちゃってるから、そういうところにも闇バイトが紛れてるっていう、なんかその環境自体がまず最初悪いんじゃないかなっていう思います。続いて瀬野優香さんお願いします。同じく本当に社会の問題でもありながらとかってなってくると、その個人の道徳の問題だと思うんで、社会の問題もちろんありながらも、各々がその犯罪性っていうかそういうなんか怖い面を持ってたんじゃないかな、もともとっていうふうに私も感じますね。なるほど。闇バイトは言ってしまえばバイトと言ってますが犯罪ですよね。犯罪に加担してしまう、知らないうちに加担してしまうバイトのこと、高収入を謳って人を集めて犯罪行為によって報酬を受け取ってしまう。ただ物を運ぶだけですよ。
質屋に行って物を売るだけですよ。それが実は盗んだものだったり、正しく仕入れたものじゃない可能性の非常に高いもの、いろんなものが今ある世の中になっています。ここまで聞いてどうでしょうか？募集が自由にできる状況がやっぱりおかしいんじゃないかなっていうふうに思います。山本社長が先ほど闇バイトとはというところで疑問に思っていましたが、実際にはどういうことに手を染めそうになった？荷物の運搬。いくこのら？場所からこの場所まで10万ぐらいです。そんなの怪しいに決まってんやんお前。現場に集合ということで現場に着いたんですけども、現場がかなり遠かったんですね。山の近くみたいな村みたいなところだったので、状況がおかしいなっていうことに気づいて、集合時間前に引き返して帰って、そのバイトをしなかったんですね。今になって考えてみると、それって運び屋だったんじゃないかなっていう、気づけたからよかったですけども、気づかずにそのままやっていたら僕は犯罪者になっていたので、僕はたまたま運が良かったっていうだけだと思います。やってしまった人は、まさに騙されてしまった。その人も騙されたと思ってるんで、やっぱ騙した方が悪いと思います。騙されたってどこまでが騙されたでいいんですかって話じゃないですか。やっぱどう考えても普通の頭で考えたら10万円で物を運ぶっておかしいなって思えるんですけど、お金がないとなんか頭が悪くなると思ってるんで、判断能力が下がるっていうことは分かるんですけど、さすがにおかしくないってみんなが分かる案件だと思うんですよ、今の話って。相談できる友達もいなかったのかなとか、周りに人がいなかったのかなって思うと、それはちょっと社会の問題もあるのかもねとは思うんですけど、お金に困っててもそういうそういう手段を取らない人はたくさんいるわけじゃないですか。一生懸命働いて地道にっていう人がいるので、やっぱりそれで騙されたっていう主張は私通らないかなって思うし、あなたがバカなんじゃないって思われても仕方ないことだと思います。当時は普通のバイトだと生活ができなかったので、やっぱお金に目がくらんで飛びついてしまったっていうところはあると思うんですけども、お金で釣ってくるってそいつも悪いと思うし、僕はそいつこそ悪だと思う。そいつも悪いですけど、あなたも悪いですよねっていう感じです。バイトの内容を知らなかったわけですから、SNS で募集しているところに応募しただけなので。本気でそう思ってるんですかね、闇バイトに募集で応募する人って。それがさ1万円とかさ、1万2000円とかだったらあなた悪くなさそうだけど、10万円っつったら普通絶対なんかあるなと。2年前っていうのがちょっとキーかなと思ったんでも26だから24だよ。でも2年前そこまで闇バイトっていう言葉自体が広まってなかったから、そもそもそこの闇バイトっていう言葉がすぐ浮かばなかったんじゃないかな。怪しいなと思っても闇バイトっていう言葉に直結しなかったのかなとはちょっとちょうど思いました。コロナ禍で何か働きたくても外に出られないとか、うまく事業がいかないという方たちが確かに増えた時代ではあった。ただ米尾さん、知らなかったから僕はもうしょうがないんだっていうこの論理はどう思いますか？多責なんじゃないですか。闇バイトって言葉なかったですけど、8年くらい前には詐欺の受け子っていうのは常にいたので、詐欺の受け子って8年くらい前だと執行猶予だったんですよ。情状酌量の余地があったので執行猶予で出れましたけど、今は全員実刑行くので2年半くらいは。リテラシーってみんな分かってるはずだよねっていうのが大前提あると思うんですよね。私は悪くないっていうのは、なんか10悪いうちの1悪ければ俺はもうそれ悪いと思っているので。小浜さんは現役大学生ということは、周りもお金にちょっとね困ってる方たちも多いですよね。そうですね。お金に目がくらんでしまったっていうのはどう思いますか？お金に目がくらむ気持ちはもう誰もがあると思っていて、やっぱりお金があるに越したことはないというか、それこそさっき言ったようにバイトを3つ掛け持ちしてる子がいたりとかするように、やっぱどうにかしてお金を作らなきゃ、しかも地方から出てきて一人で上京してきて東京に住まなきゃいけないってなると103万円の壁があって、割る10にしたら1ヶ月10万円も使えないわけじゃないですか。で家賃も光熱費も食費もって考えてったりすると、正直生活できるお金じゃないじゃないですか、103万って。ってなるとどうにかしてお金を作らなきゃとか、どうにかやりくりしなきゃっていうので、ちょっとどうにかずる賢いというか楽してというか簡単に稼げる方法がないのかなっていうふうな。それ大学生分かってますか？楽して稼げる仕事は本当はないっていうのは分かってない人どうですか？体感的に。大学入れたらわかるでしょ。いやでも今実はいるんじゃないですかねって思います。っていうのも
なんか金融リテラシーみたいな授業があんまないというか、そういうお金に関するリテラシーをそもそもなんかちゃんと身につけられないまま高校生のうちからバイト始めちゃったりとか、今で若ければ高校生だと15歳とかからでも下手したらバイトができちゃう時代になってるので、東京に田舎から出てきて暮らしてる子がその家賃が高かったりとかしてっていうのをさっきおっしゃってたと思うんですけど、闇バイトの一番応募してるところ多いのって北海道なんですよ。だから田舎の方が多くて闇バイトの応募率って、だから都心の子じゃないんですよね。何にお金使ってんだろうと思って、東京だったら確かに家賃が高いとか何するにもお金がかかるしとか分かるんですけど、田舎の人ほどお金が必要になるシチュエーションって何かあります？なんか普通に教育が東京だったら危ないみたいな意識があるんじゃないですか。田舎の方が疎いんでますさかかね。ここであるなんてって、いろいろ意見出ましたが、実際にいませんかね、周りに闇バイト。現役大学生小浜さんいかがでしょうか。さすがにいないと思いますけどね。周りに闇バイトしている方はいいらないと思っしゃらない。います。はい。 2年前に認識はあったんですか、闇バイトがあるっていう。当時はやっぱ受け子とか、その運び屋とか、そういった言葉で知ってはいたんですけども、闇バイトっていう言葉は知らなかったと思いますね。知識っていうものが米尾さん一つポイントになってくるのか、それとも元々の倫理観みたいなものがポイントになってくるのか。まあ、さっきお話ありましたけど、まあ、なんか地方の人とかのなんかマイルドヤンキーみたいな人たちは割と闇バイトに参加しやすいっていうのは、なんか割と SNS とかで情報に多く触れるようになっているので、分かりやすくその地方での成功のロールモデルってないじゃないですか。都心への憧れとか、例えばインフルエンサーとか、なんか何者かになりたいっていうのが分かりやすくお金になっているケースなのかなとは思います。瀬能さんもこの SNS でこの闇バイトについての情報が結構多いなという実感はありますか？ありますね、なんかいろんなところで取り上げてるなっていうのはありますし、キャッチーな名前つけすぎなんじゃないと思うんですよ。闇バイトも結局犯罪なわけじゃないですか。でパパ活だって援助交際だって売春なわけじゃないですか。そうなんかライトになんか名前をつけすぎて、なんかあんまり重く感じ、そうですそうです、重く感じれてないけど普通に犯罪だからねっていうのをもっと感じれるような、なんか滑稽な名前つけた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。高橋君が10万円じゃなくて日当2万円2万ぐらいで被害に遭ってたら高橋君かわいそうだねって感じだよね。お金がないから10万円でもいいじゃないですかって言ったけど、お金がないやつっていうのはお金の稼ぐ能力を身につけなきゃいけないわけで、積み重ねないでなんか楽して1日で10万円稼げるなんて、そういう発想がまずダメだよ。この再現 SNS に性がない。パッと応募して10万稼げるのがおかしいというのが分かんなかったわけですもんね。その当時は分からなかったですね。最近の闇バイトの件ですごく話題になったニュースあるじゃないですか。あれの実行犯はホワイト案件っていう風に検索して闇バイトに手を染めたっていうのを言ってて、ホワイト案件って普通の仕事が本来ホワイトなのが当たり前なんで、その調べ方からして闇バイトだっていう認識あるんじゃないのって思うんですよ。高橋さんまた別ですけど、闇バイトに参加する人って分かってると思うんですよね。おかしいなって。そうですね。SNS に対する危機感みたいなものはもちろん2年経って今はあると思うんですが、2年前の当時を振り返ってみて。普通の仕事だと僕は思ってましたから、まさかそこで犯罪組織がその募集をかけてるとも思ってないですし、そんな状況がおかしいですし、犯罪組織が SNS に募集を出すこと自体がこれ規制かけなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思う。でもコアはおっしゃってますけど、 SNS で少し前に話題になったその夜中の 2,3 時に単発バイトでなんですけど、猫を探すバイトあったじゃないですか。みんながこれ絶対闇バイトだよねって大多数が気づいてるのにもかかわらず気づいてないっていう人はもう情報弱者というか頭が弱いだけですよね。政府がちゃんと取り締まりして、そういうバイトの募集ができない状態にしていればこんなことにならなかったと思うし、一定そのプラットフォームのその責任あるけど、それをなんか100ゼロでなくすなんて絶対無理なわけですよ。絶対隠語使われるし、絶対無理じゃん。自分が悪いと思わないとまた明日失敗するんじゃん。見て見ぬふりの状態でいいってことですか。いや、それは単純にやらないようにしようねっていう、もう本当世論の作り方なんで。やらないようにしようねって言ったこの何もしない状況がこうやって今闇バイトがずっといや絶対分かってると思う。俺これもう分かってないなんてことがないと思う。俺もどんどん闇バイトも募集のかけ方とかも多分なんかうまいようにやってきて、分からないようにしていくじゃないですか。社会に出てる以上は一定数の知識、知能があるんで、そこに追いついてないってことですよね、この高橋。逆にこの募集に関して全て疑いの目を見て、
検索していかなきゃいけない。疑いだけではなく、何も働けないです。読み取る力が必要なんですよ。ネットで見たニュースの話ですけど、その普通のバイトの高額バイトの募集と闇バイトの募集の2つのその募集要項の文を見て、どっちが闇バイトか当てれたのが高校生の3割しかいなかったっていうのがあって、意外とうまくはやってるんだろうなとは思うんですよ、その闇バイトの書きそれは方も。対象の相手が高校生なんですよ。そうですそうですこれが社会人とかってなると、高橋さんの26、24だったら、その結果はひっくり返ると思うんですよ。でも高校卒業して大学にいたか分かんないですけど、その高校生で学んだことの後に何も学んでないで、ただただお金がない生活が苦しいってなってたら、高校生よりも判断能力ないんじゃないって私思うんですよ、普通なの。るほどね。そういう子が刑務所行っても何も変わんないですか？情報弱者でちゃんと調べられるような環境ではなかった。情報が少なかったからといって犯罪に加担するのはその理由になりますか？正論言っても多分何も変わんないと思う。情報が溢れすぎてて上手な取捨選択ができてない方が多いんじゃないかなっていうふうに。楽して金を稼ぎたいっていうのが大前提あると思うんですよ。楽して金稼ぎたいけどそんな社会甘くないじゃないですか。